豚もおだてりゃ木に登るとはよく言ったものだ。安心しろ。この功績はすべて担当部長の私が譲り受ける。君の役目はもう終わりだ。部長の部下に対する嫌がらせを止めるため、俺は言われるまま死ぬ気で働き、過去最高の契約を取った。しかし、待っていたのはクビ。部長は約束を守ることなく、俺を追い出した。ああ、この人は本当に最低の人間だ。部長に命じられ、退職の挨拶に取引先へと向かったその時、俺はある人物に声をかけられた。そして、俺の人生は180度変わっていったのだ。俺の名前は小谷守。中堅どころの商社で営業の仕事をしている。小谷さん、後でお時間いただいてもいいですか？見積もりのことで質問があります。ああ、会議の後に見るからデスクに置いておいてくれ。高校卒で入社してそれなりの年月が経った。営業として最初はアポが一つも取れなかったけれど、今は部内の代表として部下の教育も担当している。見積もりをした後、さっき言っていたこれも頼めるか？過去データを確認しながら進めてくれ。わかりました。小谷さん、お疲れ様です。例の案件受注確定しました。おう、すごいじゃないか。交渉を続けていた甲斐があったな。小谷さんのアドバイスがあったので、無事軌道に乗せられました。管理システムに入力したので、後で承認お願いします。わかった。確認しておくよ。頑張っている部下たちを見ていると、自分の新人時代を思い出す。俺の上司は角野さんという人だった。残業して終わらせますって、それできてるって言わないでしょ。ほら、一緒に終わらせるよ。高校を卒業したばかりで、まだ子供だった俺に、角野さんは仕事のすべてを教えてくれた。仕事ができて快活な角野さんは、社内のムードメーカーだった。私、海外に行くことにしたよ。そう突然告げられたのは、ビルの屋上で缶コーヒー片手に休憩している時だ。旦那が海外赴任になってね。残ることも考えたけど、海外での生活に前々から興味があってさ。けど日本食が恋しくなるな。一緒に仕事を進める傍らで、角野さんのプライベートにはとても踏み込めなかったけど、角野さんはコツコツと自分のキャリアを進めていた。係長のポスト、小谷くんを推薦しておいたからしっかりやんなよ。角野さんの推薦通り、係長になって数年。仕事には少し慣れたけれど、内心は焦りしかなかった。あの時の角野さんに比べれば、俺はまだまだだ。もっと腕を上げなければ。そう気合を入れて仕事に取り組んでいる。そんなある日のこと。寺島と言います。今日からよろしく。本部から寺島という方がやってきた。俺の所属している支所は特に人手が足りておらず、営業成績を高め、業務の安定を保つために本部から通達が来たらしい。ここは年中忙しいので、来てくださって本当に助かります。ぜひお力添えいただけると。ああ、もちろんだよ。君たちにはもっと頑張ってもらわないといけないからね。部署の代表として挨拶を持ちかけたが、寺島部長はなんだか浮かない。俺はなんとなく嫌な予感がした。寺島部長が来てからチームはさらなる営業成績の飛躍に向けてより一層精力的に働いた。しかし部長がチームに慣れてくると業務と業務の合間を縫って独自のルールをねじ込むようになった。この案件は最優先であるから心して進めるように。
特にチームの部下に対しては、要領を度外視した案件や納期、仕事量を押し付け、その手柄は自分のものとして上層部に報告を始めたのだ。仕事が増えることで営業成績が伸びるならいいが、寺島部長が時折行き過ぎた叱咤を繰り返すせいで、ミスや雑務を押し付け合うなど、現場の雰囲気が悪くなっていた。みんな一体どうしたんだよ。仲間同士でいがみ合ったって仕方がないだろう。ここはもう一度みんなで協力して。そうですよね。努力が大事ですよね。でもこれは彼女の仕事なので。すみません。取引先と打ち合わせに行ってきます。寺島部長に直接相談もしてみたが、取り合ってくれない。最近の若いのはやる気がないのか？定時になったらすぐ帰って、私が若い頃は日付が変わるまで働いたものだよ。小谷くんもそう思わないかね。俺はその度やんわりと交わして、部下たちの仕事を巻き取ったり、寺島部長との窓口対応や案件をこなして、前よりもずっと忙しくなった。疲れた。角野さんの言いつけ通り、定時退社を心がけていたつもりだが、最近は日付を回っての帰宅が続いている。寺島部長がやってきてから数ヶ月後、四半期の報告会がやってきた。取引先との打ち合わせから記者すると、なんと部下の一人がみんなの前で頭を下げていた。お前は何をやってもダメだな。みんなに自分の不出来をここで謝罪しろ。数字が伸び悩む現場を見て、寺島部長は焦ったのか、ミスをした人間をみんなの前で叱りつけ、さらに無理な案件を押し付けたのだ。報告会が終わった後も、寺島部長はイライラしている。寺島さん、確かに営業成績には改善点が多くありますが、これはチームの問題です。個人を大勢の前で叱り飛ばすだけでは、本人のパフォーマンスが落ちるだけです。あんな見せしめのような真似をして。うるさい。能力がないあいつが全部悪いんだ。だいたい成績が悪いのは君が普段から部下を甘やかすからだろう。そもそも使えない部下を何とかするのが君の仕事だ。もっと頭を使ってもらわないと困るよ、高卒くん。頭にカッと熱が入り、俺は拳を握りしめたが、部下がいる手前、何とか押し殺した。だが、とうとうある日の朝、部下から電話が来た。小谷さん、すみません。しばらく会社を休職させてください。どうしたんだ？挽回するって張り切ってたじゃないか。明らかに様子がおかしい。それがこの前寺島さんに。電話口で彼女はぽつりぽつりと話して泣き出してしまった。小谷さんはみんなで協力することが大事って言いますけど、もう無理です。寺島さんにも小谷さんにもついていけません。そう言って力なく電話を切ってしまった。俺は頭を殴られた気がした。上司失格だ。自分は間に挟まれるばかりで部下に何もしてやれていなかったのだ。おーい、小谷くん、来てくれ。向こうから寺島部長の声がする。言われるままデスクに行ってみると、彼は管理システムを開いていた。このシステムは昔角野さんと協力して考案したものだ。元エンジニアの角野さんが出したアイデアで、紙に印刷せずとも案件の内容を記録してパソコンから閲覧できる。見積もりの承認をもらおうと会議で忙しいリーダーを追いかけなくて済むし、リーダー側も予算や担当者がまとまったものを一望でき、双方で好評だったものだ。マニュアルを読んでもさっぱりわからん。小谷くんが入力してくれないか。
先ほどの電話で聞いた力ない声が頭に繰り返されて、俺は深く息を吸い込んだ。ああ、この部分を選択して金額を入力するだけです。なんだそこか、わかりにくいな。寺島部長はぶつくさ言いながら予算を入力し始めた。まったく、こんなシステムを作って本当に困るよ。一体誰がやったんだ。紙で見るのが一番わかりやすいのに。これは私と前任者とで案件の合間に作成したものです。どの部分がわかりにくかったですか？ああ、なんだ君が作ったのか。道理でわかりにくいと思ったよ。こんなちまちま入力するのに余計な時間をかけていたのか。嫌味を言わないと気が済まないのか、プライドがそうさせるのか、寺島部長はどんどんとヒートアップし始めた。すみません。ですが、社内では好評ですし、課長も喜んでくださいました。これまでの承認の流れも大幅に改善できたので、そのまま使っていて。そんなこと今は聞いていない。そんなにシステム化したいんなら、私が担当している案件はすべて君が入力してくれたまえ。印刷も頼むぞ。だいたい私は忙しいんだ。休職するなんて言い出した奴がいるせいで。その時、俺は堪忍袋の緒が切れた。それは寺島部長の嫌がらせが原因なんじゃないですか？はあ？電話口でぽつりぽつりと話した。みんなの前で謝罪させられた後、彼女は挽回すべく日夜必死に頑張っていた。それは周りの目から見ても明らかで、誰もが彼女の身を案じていた。しかし、ある日の朝、寺島部長に嫌味を言われたのだという。気にしないように努めていたが、この前の帰り道、酒をたらふく飲んだ部長から心ない言葉を投げかけられたという。お前は変われない。無能が何しても無駄なんだからもう諦めろ。と。部下が不安げにこちらを見ているのに気づいてはいたが、俺は止まらず続けた。もう会社に復帰することは難しいと僕に報告がありました。寺島部長、仕事以外のあなたの振る舞いでチームが疲弊しています。お願いします。もうこんなことはやめてください。俺は寺島部長に何度も頭を下げた。それなら君が何とかしたまえ。はい？ここの営業成績を君が過去最高記録にしたまえ。無論、私も部下も君には手を貸さない。ここまで私に歯向かってただで済むと思うなよ。無力さと諦めと怒りが混じった拳が冷えていくのを感じながら、俺はただ寺島部長を見つめるしかなかった。わかりました。それからのことはよく覚えていない。ただ日夜、休日と平日の境目もよくわからないまま必死に働いた。だんだんと部下との会話も減ってしまい、形骸したやりとりの中で、頭の中には休職した彼女の敵討ちと寺島部長の嫌味だけがぐるぐると回っていた。今目の前にあるのは億単位の見積書とプロジェクトの契約書、寺島部長の面食らったような顔だけだ。おう、最近事業を拡大した A 社じゃないか。もっと堂々としたかったが、疲労の影響か、頭にはもやがかかっていてうまく言葉にならない。今朝担当の方から承諾をいただきました。過去最高の予算です。約束通り部下のことは。ああ、なんだ。まさか本当にやるとは思わなかったよ。はい？寺島部長がゲラゲラと笑い始める。豚もおだてりゃ木に登るとはよく言ったものだ。安心しろ。この功績はすべて担当部長の私が譲り受ける。こんな予算の案件、
一係長に任せられないからな。俺はもう何を言われているのかもわからなかった。ご苦労さん、君の役目はもう終わりだ。それはどういう、首だよ。上司に歯向かい風紀を乱したとして報告させてもらった。ああ、そうそう。辞める前に担当が私に変更になったと、ちゃんと A 社には挨拶に行くように。じゃ、よろしく。寺島部長がニヤニヤと笑って言う。ああ、この人は本当に最低な人間だ。俺の頭にはそれだけが浮かび、目の前が真っ暗になった。夢を見た。おぼろげな目の前に角野さんがいた。小谷くんってさ、責任感ばっかりあるよね。たまには人に頼ることを覚えないと、できるばっかりじゃ信用されないよ。缶コーヒーを片手に笑っている。そんなことはわかっている。よーし、このシステム使ったらさ、もう承認くださいって課長を追い回さなくて済むよ。まあ上層部の意見も伺いながらになるけどね。俺はやはり角野さんのように何一つ仕事ができない。むしろ責任だけが増えて、責任感だけが増えて根っこは何にも頼れないままだ。こんな自分では今のポストは守れない。部下を守れない。こんな時、角野さんならどうするんだろう。目を覚ますと見慣れない医務室にいた。あ、小谷くん、大丈夫？見上げるとそこに角野さんがいた。え、角野さん。久しぶりだね。覚えてる？小谷くん、うちの会社のエントランスで倒れたんだよ。必死に頭を働かせて思い出す。そういえば俺は担当交代の挨拶のため A 社を訪ねていた。角野さんは俺が倒れた時の様子を足早に説明してくれたが、俺は角野さんを見て緊張の糸がプツンと切れてしまった。涙が溢れ出した。え？どうしたの？俺、すみません。今、チームがちょっと大変なことになってて。角野さんがうろたえるも、俺はなかなか涙が止まらなかった。ある程度落ち着いてから、角野さんに促されるまま事の次第を話した。へえ、すごいじゃん。そんな規模の案件を獲得するなんて私もしたことないよ。いえ、大したことじゃないんです。もう後半やけくそって気持ちでやったんで。休職した子心配だね。私もさ、昔上層部に言われたことあるよ。出世したいならそういうことやれってさ。え？もちろん断ったよ。だけど初めての女性ポストってことでいろいろ納得しなかったんだろうね。まあ昔のことだけどさ。その人今も休職中で復帰もできるかわからなくて、他にしわ寄せも来ていて、僕が何とかしないとみんなが。でも小谷くんが無理するなら部下のみんなも倒れるまで無理するんじゃないかな。え？不意打ちを食らって俺は思わず面食らう。俺は別にそんなつもりじゃ。その気持ちもわかるよ。仕事を頑張るのは当然だと思う。だけどそれ以上に楽しむことの方が大事だと思うな。角野さんはそう言って医務室の窓に肘をかけた。私ね、小谷くんの指導係を任された時すごく悩んだのね。私より仕事ができる人なんて部内にたくさんいるもの。でもその時、私がその人たちに少しでも勝てる部分があるなら、楽しんで仕事をすることだって思ったんだよね。楽しむこと。
角野さんとの仕事は大変なことが多かった。正直、最初の方は死にそうになったこともいっぱいだ。でも、角野さんの判断はいつも納得できることだったし、困った時は何度も何度も助けてくれた。何もできない俺を信じて任せてくれた。億劫でしかなかった仕事が楽しかったのだ。ほら、小谷くんっていつも自分が何とかしなきゃって責任感だけ強いじゃない？だから何より仕事って楽しいって思ってほしかったの。角野さんは自分にも他人にも厳しかった。だけど終わったことを蒸し返したりしないし、飲み会で孤立している部下に積極的に声をかけに行っていたのを覚えている。俺が初めての受注をした時は、私の分も任せちゃおうかなと自分のことのように喜んでくれたことも。今の自分は部下に対してちゃんと喜べているだろうか。何より部下が楽しめるように自分も楽しめていただろうか。小谷くん、今その仕事楽しくないでしょ。やらなきゃダメだからやってるだけでしょ。人生を考え直す時なんじゃない？医務室に緩やかな風が吹き込む。大丈夫だよ。見てる人はちゃんと見てるから。角野さんの言葉に俺は力を込めてうなずいた。それから数ヶ月後、あれから俺は角野さんの推薦で A 社にて働くことになった。医務室での再会の後、落ち着いて話をさせてもらったのだが、角野さんは旦那さんの海外赴任が終わった後、一緒に帰国していた。その際、社長からスカウトされて A 社で働いていたのだ。そのおかげで俺の再就職が叶ったわけだが、ここでは前職で培った営業スキルは存分に活かせるし、福利厚生も充実している。そして何より、小谷さん、案件を詳細データにまとめました。ああ、ありがとう。休職から復帰した彼女とまた働くことになった。角野さんの推薦で配属されたチームに彼女も入ってきたのだ。彼女は休息をしっかりとって回復し、女性も活躍している A 社で再スタートを切ったのだ。噂ですけど、小谷さんのチームのみんな、後から寺島さんに辞表をまとめて出したらしいですよ。そうなのか。見てくださいと彼女がスマホを見せてきた。そこには転職サイトに掲載されたチームの写真があった。人手が足りないのか、採用のハードルがうんと下がっている。小谷さんが辞めた後も、寺島部長は全然態度を変えなかったんですよ。代わりはいくらでもいるって感じで。で、どんどん仕事のできる人ほど辞めちゃって。写真では寺島部長より年上であろうメンバーが寺島部長を左右で挟み、体格の小さな部長は心なしか苦虫を噛んだような表情をしている。あの時は力になれず申し訳なかった。何言ってるんですか。小谷さんが一番割りを食ってたじゃないですか。みんな知ってますよ。案件のことも全部。あの時は本当にありがとうございました。彼女は前よりも生き生きとしていて、俺は胸をなで下ろすとともに驚いた。人は環境によってこんなにも変わる。彼女はめきめきと力をつけ、今は上司と部下ではなく立派なチームのパートナーになった。もし俺があのまま前の会社にいたら、彼女を縛り付けていただろうし、いつか寺島部長のように暴言を吐くようになったかもしれないと思うと、クビになって本当に良かったと思う。二人で商談していると、社用携帯が鳴った。取ると、寺島部長の哀れな声が聞こえてきた。
ああ、小谷くん。A 社との契約データがなくなっているんだ。君が担当したシステムだろ？復旧もできないし、一体どうしてくれるんだ？あんなに怒鳴られていた聞き慣れた声が、もう対岸の火事になっている。なんだ、俺には散々なことを言って追い出したのに、今や自分を助けてくれる部下の一人もいないのか。いろいろと考えたが、もう諦めてしまった。知りませんよ。私は上司に歯向かってクビになった高卒くんですから。本当は自動的にデータが保存できているし、その場所も後任に引き継いでいるのに、いつものように人の意見も聞かず、適当にいじってしまったんだろう。データ紛失につきましても、上層部に報告しますので、よろしくお願いします。何かわめく声が聞こえたが、俺はもう電話を切ってしまった。寺島部長の声を聞くのもきっともうこれっきりだ。責任を取らされることになるだろうが、俺の知ったことではない。あ、小谷くん。取引先に向かう途中、廊下で角野さんに会った。お疲れ様です。今から取引先の元へ打ち合わせに行ってきます。そうなんだ。頑張ってね。角野さんはひらひらと手を振って颯爽と去ってしまった。角野さんは今人事の仕事をしており、最近は新卒採用の準備でとても忙しいのだそうだ。俺も負けてられないな。気合を入れて俺はオフィスの外に踏み出した。